はい、鳥犬チャンネルです。今回は長谷川から発売された35分の1ラフテーレンクレーンを紹介いたします。ラフテーレンのラフは荒い、テーレンは地形という意味で合わせて不整地をいうことで、不整地や狭い場所の走行を得意とするクレーン車のことです。今回は完成品からのレビューをしていきたいと思うんですけれど、パッケージはね、白と青のこんな色をしてます。で、実際忠野さんのところで、標準的に作って販売されてるのはこんな感じで、実写もこういうのはあるんですけれど、お願いする会社の依頼先の会社によって色がいろいろあるみたいです。で、クレーンについてるオプションっていうんですかね、いろんなものの細かいところのパーツはね、ものによってどうも違う感じなんですね。はい、パッケージはこういう風になってね、結構リアルでね、いい出来してます。はい、完成品の方なんですけどね、私はこういったね、実際にありそうな色でオレンジ系で塗ってみました。このようになってます。でね、ちょっとサイドミラー外してね、折れそうなんで、それでね、伸ばしていきたいと思うんですけどね、クレーンの部分をね。危ないんでね、危ないものはちょっと外していきます。で、これね、はい、足が出るんですよね。そこに置くところの板ですね。そういうのがね、こういう風についてまして、接着することなくこのようにはめておくと取り外し可能になっております。そしてね、足の部分をね、付け替えしていきたいんですけど、通常時、走行時はね、このように足を縮めて、ここに入ってます。4つあります。そして取り外しになるんですけどね、伸縮まではさすがにギミック再現されてないので、取り外してはめ込んでいきます。で、ここのピンのところはね、ポリキャップが入ってて、取り外し可能になってます。で、このようにね、伸ばした足に付け替えしていくという感じです。で、なんでこういうのをつけるかいうとね、これないとね、ひっくり返るんですよね。アンバランスになってね、ひっくり返るんで、こういうのがね、ついてます。実車も当然そうですし、プラモの方もね、これついてないとね、クレーン伸ばした時に倒れます。ここもね、よくできてると思います。そしてね、今この黒いね、足に白い線入ってますけど、これでこの足を出す長さをね、どうも調整するんやないかなというところはあります。で、ネットで見てますとね、この白のマークのところはトラマークになってるものもどうやらあるみたいです。そして取り外したこの板ですね、この上にね、足を置いていきます。実写もね、多分こんな感じなんだと思うんですけどね、はい、このように置いていきます。ちょうどね、私職場でたまたまなんですけど、会社でちょっと工事が入ってまして、何タイプかね、このクレーンをね、今年に入ってから見てます。パッケージ通りのもね、一番最初に実は見たことあるんですけど、最近見たのはね、ここ今触ってるクレーンのところがね、同じようなこういうオレンジ色で、車輪のところの下半分はブルーっていうのをつい最近見かけました。はい。で、それでね、ちょっと画角は外れてるんですけど、クレーン伸ばしていってます。これがね、このキットのね、特徴いうか、売りのとこですね。で、今伸ばしてるクレーンの黒いとこはね、塗っちゃダメなんですよ。塗ったらね、伸び縮みしなくなります。ここね、それでもちょっと硬めなんで、作ってる時に一応ペーパーで削って、あと研ぎ出しっていうのかな、コンパウンドで研いだりしたんですけどね、それでもちょっと硬めかな、緩すぎても飽きませんしね。で、ちょっと今先っちょがね、接着してたのが弱くてポロッと取れたので、またやり直しをしてます。これ伸ばすとね、最大75センチになるんですけどね、ジオラマ撮影でね、
外でやってみたいですね。青空撮影でしたらもうちょっとリアルに映るん違うかな思うんですけれど、室内でどうしてもブースの中だとね、ブースも超えちゃいますし、ちょっとねリアル感が出てこないんでね、いまいちかなって見えるかもしれないんですけど、触っております。で今ここ外した蓋のところはもともと外れるようになって取り外しします。でそこにね、クレーンの紐を巻きつけるリールのこう巻くやつ、取っ手がついてます。そこの取っ手で、長さの調整したりする、そういうギミックを隠しているところがそこにある、そういうメカニズムになっております。でここね、今シリンダーがありましたけど、シリンダーのこのパイプの中にポリキャップが入って、クレーンが倒れないような調整になっています。でクレーンの軸そのものは金属のビス止めになっております。そしてね、このね足を置くところの板を持っていきます。おそらく実写はね、足を出してる時に浮く前に、置くんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、このようになってます。もうブースをね超えてます。でもうちょっと伸びるんですけどね、伸ばしてみるとこんな感じでございます。はい、ちょっとね背景いらないとこも見えちゃうんですけど、雰囲気見ていただこうと思ってちょっと引いてます。どうですかね。結構出来のいいリアルな模型だと思います。クレーンの伸縮がとてもいいギミックだと思います。それでは開封の方からお見せしたいと思います。はい、このように成型色は青、黒、白になっております。キットもね結構パーツ入ってます。デコムタイヤで、あとクリアパーツですね。デカールがあって、裏にはね、ガラス面をマスキングしてくれるテープも入ってます。はい、それでは製作の方入っております。だいたいこういった車両関係はね、足回り、車輪周りからね作っていくのが車なんかもセオリーなのかなと思います。クレーン車もね同じようにこの車輪の駆動部の方から作っていっております。はい、そしてこれね、クレーンの部分ですね。クレーンの先っちょの方の部分ですね。これね、キットが出来上がった時に吊るすやつじゃなくてちょっと飾りっぽくなるやつですね。そしてバンパーのところですね。バンパーね、実写見るとねこういう形のとか、もうちょっとフラットになってトラマーク入ってるのとかね、いろんなタイプあるみたいですね。このようにね作っていきます。そして、下半分の、車体のところですね。横のね、謎の謎の機械のところも作っていってるんですけどね、ちょっと自分にはちょっとそこの詳しいところはわからないです。そして足をね支えるところは今見えてますけどね、ポリキャップが入ってます。そしてタイヤカバーがついてきて、横のなんかタンクっぽいのとか発電機っぽいやつですかね、ああいうのが入ってくるいう感じでございます。はい、そして、車輪周りのね、組んできてるパーツもいろいろと取り付けを始めていってるところです。はい、接着剤は必須でございます。これね、でもこういった車のキットとか、重機のキットってね、実際作っていくとね構造が分かるのが面白いと私は感じますね。皆さんどうですかね。結構ね私の子供の頃、小学校の低学年の頃って、アニメも特撮もありましたけど、スポーツカーブームっていうのございまして、結構時代にねスポーツカーなんかもね組んでみたことはあります。当然色は塗らないんですけどね。でモーターライズで走るっていうやつね。あれでなんか車のね足回りの車輪周りの構造っていうのは学ぶことができたかなとは思います。
はい、そうこう言ってるうちに、はい、車両周りのところができてきました。これ組みながらね、なんでこういうパーツついてね、これどういう働きするのかなっていうのが考えながら見えてくるっていうのはね、模型作りの醍醐味なんじゃないかなと私は思います。結構その装置のパーツの意味とかね、考えてしまいますね。今乗っけたとことかもね、何のとこやろうな思いながら作ってましたね。後ろ回りのところね、つけていくんですよね。この辺なんか今組んでるとこなんかね、なんかポリタンクみたいなのついてたりね、するんですけどね。まあね、ここのメカのね、詳しいとこはまたね、ググって調べていきたいとは思うんですけど、今つけたとこはね、多分バッテリーかな。なんかそんな感じででっかいバッテリーみたいなのついてましたね。はい、そしてね、車輪、滑車をね、つけていったりしてるんですけど、滑車このようにね、普通に紐がついてて、紐を自分でくくりつけて巻き込むようになってます、リールでね。はい、で、ここでね、ビス止め1箇所あります。もう1箇所ね、あるんですけどね、それはもう出来上がってからになります。そしてね、この紐があるおかげで、この紐のところをうまいことマスキングしてやってないと、紐が塗料ねついちゃうと台無しになっちゃうんで、巻き込んだ後でね、マスキングテープで、車体の色がつかないようにしておきたいかなとは思ってます。はい、で今やってるのはコックピットのところですね。コックピットね、今椅子を作りました。そして人物のところの抜きがね、すごかったですね。今ちらっと見えたんですけど、ランナーがね、四角でね、囲っててね、すごいんですよね。長谷川さん、やっぱそういうところね、うまいな思いますね。そしてね、コックピット周りもね、このように作ってるんですけど、今見たような補助板が入って組んでいくっていうのが、ザブングルの時に知ったんですけど、そのあたり、長谷川さんよく考えた設計してるな思います。で、ここもね、クレーンのアームのとこなんですけど、ここの接着が、モナカはモナカなんやけど、今までと違って角のところで刺すいうのがね、よう考えてるな思ってます。で、ここは通常速度でお見せするんですけど、ここが肝なんですよね。こういうスライドしてね、アームが伸びてくっていうのがね、このキットの売りです。そしてここは塗装は絶対してはダメなところです。NG です。塗装するとね、伸縮ができなくなります。硬くなりすぎてね、もう動かなくなるっていうことなんで、プロモデラーさんの方もね、塗装なしで制作されておられる方がおられました。アームじゃなくて確かブームっていうとこかな。設計図見たら書いてるんですけどね。そういうところでギミックの売りのところです。はい、また倍速にして組んでいってますけどね。このようにスムースに動かすように削ってなっております。はい、クレーンのところもね、ビス止めをして、仮止めですけどね、どんな感じになるかないうのを見ていきたいと思いますけど、こんな感じです。ちょっとね、背景、作業場がね、ちょっと雑然とはしておりますが、伸ばすとこんな感じ。大きいですね。はい、そして突筆すべきコックピットガラス部のマスキングがついてるんですよね。いいですね。エアブラシ塗装後の状態です。こちら画像からお見せしますけどね、このように黒とオレンジで塗り分けしております。そしてね、ここはシルバーで塗り分けしました。フロントのとこです。そして今度はね、筆塗りで細かいとこ行こうと思います。サイドガラスのとこですね、下出るカラーで塗ります。まず下地のベースのシルバーを塗っていきます。このようにね、筆塗りすることにしたんですけど、当初はね、アルミのシール貼ろうかな思ったんですけど、結構この曲面っていうところにはね、貼りづらいということが分かったんで、もう筆塗りすることにしました。付属のデカールもね、専用のデカールついてるんですけど、デカールよりはね、塗ってちょっと光沢かけた方がいいかなっていうふうに判断したんで、そうしました。作業員の塗装です。あらかじめ下出るカラーベースのホワイトを塗ってます。で、肌色のところは落下系のね、薄茶色塗ってて、で、今はね、下出るカラーのレイヤーのちょっと濃いめのグレー入れて、今からはそれを一段明度上げたグレーを入れていきます。影になるとこね、ちょっと濃いめのグレー入れて、それからだんだん薄めのグレーで明度を上げていくいう作戦です。下出るのシェードで肌色のところ影を入れていきます。便利ですね、このシェードっていうの。
次はねクリアパーツ貼り付けていきたいと思うんで、キットはね塗装されてないので落下カラーのクリア系で色をそれぞれ塗ってます。ランナー状態の時にね塗ってないとねこれ多分なくしちゃうんで、もうランナーついたままの時に塗装して、あとはね薄刃ニッパーでプチプチ切ってます。で切っていく時もね飛んでっちゃうのがもう目に見えてるし、切り落としたやつもどこ行くかわからなくなっちゃうんで、このようにちっちゃなタッパーを用意して切り落としました。そして今ねクリア系の接着剤を塗ってます。昔出てたモデラーズのクリア接着剤をまだ愛用してます。まだなかなか使い切らないんで何本か持ってたんですけどね、愛用まだしてます。最近のクリア系のね、接着剤ってねどうなんですかね、いろんなん出てるとは思うんですけど、そしてねピンセットでこのように挟んでつけていってあげます。ピンセットでつまむとねまたね、力が強すぎるとピョンって飛んでったりしてね、どこだどこだって探さなきゃいけなくなるんでね、慎重にやっておるんですけどね、このように取り付けていってあげます。ほんとねこの細かい作業大変なんですけどね、結構私は好きですね、細かいこういう作業ね。で老眼も入ってきてね見えなくなってきてるんですけどね。はい、このように取り付けができてきました。このクリア塗料ってねアルコールで溶けたりもしてくれるんで、結構後での修正がねやりやすかったりするんですよね。あとねタミヤの、水性のアクリル系の塗料の溶剤でもいいんですけどね、はい、このようにクリアのところに接着剤入れていきます。はみ出てもね、ガラス面特にはみ出てもねアルコールで拭いちゃえば取れるんでね、直しができるいうのがねこのクリア接着剤の特徴です。はい、でね一番難しかったところね、このキットここですね、このね信号機みたいなね、緑黄色赤、あと外の白ですね、そこがね結構大変です。ここ大変でしたね。ここね他のメーカーさんやるんやったらどうするんやろうな、一体で塗って塗り分けするのか、やっぱこういう風に積み上げていくのか、どうすんだろうな思いながら作ってみました。モデラーズさんのねノズルがねちっちゃくてこういう風に出せるのがねまたいいとこかなと思います。もうモデラーズさんもねないんでね、またこれがなくなったら代替考えなきゃいけないんですけど、まだあと皿が1本あるんで大丈夫です。ただ経年でねやっぱ溶剤が飛んでってしまうんで、たまにアルコールを足してることはあるんですけどね。はい、このようにしてねできてきましたけどね、結構大変です。ピンセットで形も整えて積み上げております。はい、このキットでどこが難しかったって聞かれたら一番難しいのは私はここでした。はい、こちらね正面のフロントガラス、コックピットのフロントガラスもこのようにクリア接着で取り付けていきます。これね横に薄いダボとあとピンがちょろっとだけ透明パーツ出てたんですけど、バリだと思って削っちゃいましたけどね、皆さんはお気をつけくださいね。でもまあこのようにつけるからねあんまり影響ないとは思うんですけどね。はい、背面もこのように取り付けます。あ、そうそう、このね、黒とかで塗り分けたねコックピットなんですけどね、もうマスキングのねテープがもともと入ってくれてるっていうのがもうほんと長谷川さんの優しさですね。私は実はこのキットで初めて見たんですけどね、別売りで売ってたりするじゃないですか、同封されてるんですよね。嬉しかったですね。はい、ワイパーもつけていきます。ワイパーもこのようなクリア接着剤でもうつけました。はい、そしてねライトも確かつけたのかな。はい、正面ライトなんかもねつけたりします。でサイドの方かな、いやこれはアンテナですね。アンテナのとこなんかもつけちゃいます。なんかねこうメカニックでね、なんかウォーカーマシンでこんなのいたかなみたいな感じで、作っておりました。長谷川さんねウォーカーマシン続くんでしょうかね。
ちょっとね期待してますけどね、こういうの見せられるとね思い出しちゃうんでね。はい、コックピットほぼできました。はい、あとは言ってたちっちゃいねライトですね。ライトとサイドミラー、これはライトの方ですね。これがねまたクリア接着入れてライトのね、はい、ガラスのとこね取り付けていきます。もう指先が私太いんでね、ほんとこういうねサポート道具使わないとね難しいですね。ちなみに挟んでるこのハサミ、洗濯バサミみたいなやつはダイソーで買ってきたやつですね。でそのままやったら飛ぶんで、内側に両面テープ貼って飛ばないようにしてちょっと工夫して使っております。はい、このようにつけていって、はみ出てね気になることがあったら、先ほども申し上げました通りアルコールで拭き取れば大丈夫ですし、アルコールが手元になければタミヤのアクリル溶剤で拭き取ってあげればちゃんとね、修正することが可能でございます。そしてこういう細かいパーツやるときはね必ずこういう風にタッパーとかね小箱使った方がおすすめです。はい、サイドミラーも貼りました。もうね妖怪が現れるんですよね。細かいパーツやってるとね妖怪がパーツ隠しちゃうんで、妖怪に隠されないようにこのように小さいねタッパーとか用意しましょう。ミラーですね。ここのミラーもなんかね針面が結構薄いんでねちょっと取り付け大変でしたけどね。でクリア接着でつけて、それでも後でねちょっと心配やったんで流し込み接着剤でね周り固めました。流し込み接着もねいろんなタイプありますね。はい、そしてねマスキングテープ、リールのとこのマスキングテープを剥がして、はい、ワイヤーを取り出してあげました。ワイヤー言うてもね普通の紐なんですけどね、はい、ここがねビス止めになってますんでビス止め、そしてポリキャップのあるシリンダーを入れてあげました。はい、ビス止めしてます。はい、グイグイっとはめたとこですね。プラなんでねあんまりきつしてもダメですし割れちゃいますからね、手頃な加減で紐通しをしていきます。この辺まではね紐通しもそんな手間かからずできるんですけど、最後のねフック入れるところがね結構大変なんですよね、老眼の人はね。私ももう老眼なんでここがね結構思ってたよりも手間取っちゃいました。ちょっとそこがね撮影されてるんですけどね、皆さんはどうでしょうね。これ選んで買う人っていろんな年齢層の方はおられるとは思うんですけどね、50代来るとねこれが見えにくくなるんですよね。ルーペ使えばよかったですかね。ここがね何回もトライしちゃいます。こういう結びはね私釣りっていう趣味もあったんでって過去形になってますけどあるんで得意というか昔からやってるんで普通なんですけどね。そんでもね見えなくなってるなって実感されてしまいますね。使ってるメガネの方もね下半分は老眼入ってるんですけどね、ちょっとねそしてねここね結構ちょっと外れやすいですね。一回接着はしてたんですけどねちょっと怖くて薄めの接着やったら外れました。でまた撮影してる時もね今接着したんですけど外れたりしてたんで結構ここはね外れ気味になっちゃいましたね。でもあんまりつけすぎるとねあんまり良くないとこかなと思ったりもします。はい、そしてねここは今はねそうですね、ここはアンテナあったんですけどプラで折れるかな思ったら折れたんで 0.5mm の真鍮線入れることにしました。はい、このように 0.5mm の真鍮でごまかしちゃいます。で軸の根元と軸の先端がこう段差があってもうちょっと太めになってたんでそこはね、真鍮パイプを使って再現したいかな思ってます。で長さなんかも測ってね長さこの辺で切ろうかないう風にして切ってます。ここはね折る人多いと思います。真鍮線にね
変えてあげた方が展示会とかね持っていくときにね折らずにね真鍮線やったらなんとかいけると思うんで、はい、デザインナイフで真鍮パイプを切ってあげました。内径 0.5 のやつです。 0.6 ぐらいがいいんですけど手元になかったんでねギリギリなんでそういうの切るとねやっぱなかなか入りづらいですね。で細かいですしで何回かトライして、画像に映りきってはおりませんけど後で、真鍮線のね断面のところを後で削ってあげて入れ込むことにしました。はい、ちょっと難儀してるところがね映ってるかとは思うんですけどねなかなか入らんないう感じでね、はい、そしてこのように取り付けをしてあげます。瞬着で留めちゃいます。であとはプライマー塗ってサフのね黒系のサフ塗って出来上がりみたいなことをしました。はい、で組み上げていってます。コックピットもつけました。はい、横のね謎のナノパーツでしょうね。そこもつけました。で、またいつもの水性ウェザリングペイントでスミレ兼汚しをやります。もうこのいつものね茶系ので留めておきます。黒までは入れません。で、これをねもう全体にわさわさわさっと拭いていって、あとは濡れた、もう使い捨てのマスクですね。自分の使ったマスクの取り置きのやつで拭いていきました。そうすれば完成となります。タイヤ周りなんかね特にやっときたいですね。こういうやつね。でクレーンのブームのとこですね。アームじゃなくてブームですね。ここもやっときたいですね。ただしブームの黒いところは塗ったらダメですよ。塗ったら伸縮がねすごくタイトになって出にくくなりますんでね。それでは完成品になります。はい、それではね、このキット実物で見たいっていう方、はい、6月8日、9日で展示会で現物持ってきますので、どうぞ足をお運びください。場所は JR 高槻駅の北西にありますスタジオウーさんでやらせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。